貿易不均衡とアヘンの流入。19世紀の中国でイギリスからのアヘン流入が貿易不均衡を招きました。これがアヘン戦争の根本的な原因の一つだったのです。イギリスは中国からの茶葉を輸入するために巨額の銀を支払っていました。しかし、アヘンを販売することで貿易赤字を解消しようとしました。その結果、中国内でアヘンの消費が増え、社会問題となりました。特に、広東ではイギリス商人たちが積極的にアヘンを売り、多くの中国人が中毒になりました。清の政府は国内の秩序が乱れることを深く懸念しました。貿易不均衡とアヘン流入は中国とイギリスの間の緊張を高め、戦争へと発展する原因となりました。緊張の高まりと戦争の勃発、清の政府はアヘン取引への対応が遅れていましたが、林即女の登場で状況が変わり、中国とイギリスの緊張は戦争へとエスカレートしました。林即女はアヘン取引を強く非難し、広東でのアヘン押収とイギリス商人の追放を命じました。これがイギリスの反発を招き、軍事衝突につながりました。1839年、アヘンをめぐる争いはついに戦争に発展しました。イギリス海軍は広東を攻撃し、清の軍はこれに抵抗しましたが、技術的に劣る清の軍は次第に追い詰められました。アヘン戦争は西洋の強力な軍事力と中国の内政問題が絡み合い、最終的に中国の敗北へとつながる転換点となりました。ナポレオンの影響と東西の文化衝突。ナポレオンの時代を経て、ヨーロッパは植民地拡大に積極的になり、これが東西の文化衝突を加速させたのです。それがアヘン戦争の背景にも影響を与えました。ナポレオンの欧州征服が強力な軍事力と国家組織の効率性を示し、ヨーロッパ諸国はアジア進出に自信を持ちました。特にイギリスはナポレオン戦争後の力の空白を利用して中国への影響力を拡大しようとしました。19世紀初頭、ヨーロッパの技術革新と産業革命は軍事と交易の面で大きな優位性をもたらしました。この時期、中国との文化的技術的なギャップが明確になり、東西間の緊張が高まりました。ナポレオンの影響はヨーロッパの植民地主義を加速させ、文化的な誤解と軍事的衝突のリスクを高めて、アヘン戦争の遠因となりました。初期の衝突と戦術の違い。アヘン戦争の初期段階では、イギリスと中国の間で顕著な戦術の違いが見られました。これが戦争の結果に大きく影響しました。イギリス軍は海軍力を生かした戦術で中国の沿岸部を攻撃しました。一方、清の軍は伝統的な陸戦士隊の戦術に固執し、近代化されたイギリス軍に対抗するのに苦労しました。広東近郊での戦いでは、イギリス軍の艦砲射撃が清の軍を圧倒しました。清の軍は数の上では優勢でしたが、装備と訓練の面で大きく劣っていたため、効果的に反撃できませんでした。この初期の衝突で技術と戦術の差が明らかになり、戦争の経過において中国が不利な立場に立たされたのです。重要な戦闘と転換点。アヘン戦争ではいくつかの重要な戦闘があり、それぞれが戦争の転換点となりました。特に重要だったのは候補と顧問の戦いです。これらの戦いでイギリス軍は清の沿岸防衛線を突破し、中国内陸部への道を開きました。顧問の戦いではイギリス軍が清の海上封鎖を破り、さらに広東を占領しました。この勝利により、イギリスは戦争での優位を確立し、中国側に大きな圧力をかけることができました。これらの重要な戦闘は、戦争の流れを変え、最終的に中国の敗北へとつながる転換点となったのです。南京条約と中国の屈辱。アヘン戦争の終結は南京条約の締結によってもたらされ、これは中国にとって大きな屈辱となりました。南京条約では香港の割譲や多額の賠償金の支払いが定められました。また多くの港が外国に開放され、不平等条約の始まりとなりました。条約により中国は外交権の一部を失い、西洋諸国による内政干渉が進みました。これが後の列強による分割の足がかりとなり、中国の近代史に深い傷を残しました。南京条約はアヘン戦争の結果として中国が受けた屈辱の象徴であり、中国近代史における重要な転換点となったのです。経済的打撃と社会の変化。アヘン戦争後の中国は経済的な打撃を受け、社会に大きな変化が起こりました。戦争による莫大な賠償金の支払いと貿易の不均衡は中国経済に深刻な影響を与えました。
また、不平等条約による外国の影響力拡大は、社会の不安定化を促進しました。賠償金の支払いのために、清政府は内部の資源を大量に消耗し、民衆の税負担が増加しました。これにより、貧困層の不満が高まり、様々な反乱が引き起こされました。敗北後の経済的打撃と社会の変化は、中国の歴史の流れを大きく変え、後の動乱の一因となりました。清の政治的弱体化。アヘン戦争は、清朝の政治的弱体化を明らかにしました。戦争の敗北と不平等条約の締結は、清政府の権威を大きく損ない、国内外からの信頼を失墜させました。これにより政府の統制力が弱まり、地方勢力の台頭を招きました。不平等条約による外国の干渉は、清朝の統治力を弱め、民衆の間には、清政府に対する不信感が広がりました。これは、太平天国の乱など、後の内乱へとつながる要因となりました。清の政治的弱体化は、中国の近代化過程における重要な転換点であり、その後の歴史の流れに大きな影響を与えました。近代化への影響と自我の目覚め、アヘン戦争は中国に近代化の必要性を突きつけ、国民の自我の目覚めを促進しました。敗北とその後の西洋の影響は中国に技術的、文化的な近代化の必要性を認識させました。これが自強運動や洋務運動などの近代化改革の動きを生み出しました。洋務運動では西洋の科学技術の導入や軍事、産業の近代化が試みられました。これは中国が自らの伝統を維持しつつ西洋の技術と知識を取り入れようとする試みでした。アヘン戦争後の近代化への影響と国民の自我の目覚めは中国の近代史において重要な役割を果たしました。列強の中国介入。アヘン戦争の結果として列強国の中国への介入が活発化しました。戦争に勝利したイギリスを皮切りに他の欧米諸国も中国に対する影響力を拡大しようとしました。これは中国の市場と資源に対する欧米諸国の関心が高まったためです。フランス、ロシア、ドイツなど他の列強も不平等条約を結び、租界を設置するなどして中国内での勢力を拡大しました。これにより中国は事実上の分割統治状態に陥りました。列強の中国介入は中国の国際関係において新たな時代を開き、中国の主権が大きく侵害される結果となりました。不平等条約と領土割譲。アヘン戦争を契機に結ばれた不平等条約と領土割譲は中国の国際関係に深刻な影響を及ぼしました。南京条約をはじめとする不平等条約は中国に対して外交権の制限、関税自主権の喪失、外国人に対する治外法権の付与などを強いました。これにより中国は自らの領土や政策についての決定権を部分的に失いました。香港の割譲は最も象徴的な例です。香港の割譲は中国の領土が直接的に外国の支配下に入ることを意味し、中国の国家主権の弱体化を示しました。不平等条約と領土割譲は中国が国際社会で劣勢に立たされることとなり、その主権と独立性を大きく損なう結果となりました。中国の主権と国際秩序の変化、アヘン戦争とその後の不平等条約は中国の主権を大きく損ない、国際秩序における中国の位置づけを変化させました。不平等条約により中国の主権が制限されると同時に西洋列強による国際秩序が中国に押し付けられました。これにより中国は国際社会での発言力を失い、西洋諸国に従属する立場に追い込まれました。中国は自らの法律よりも外国の法律が優先される治外法権の存在を認めざるを得なくなりました。さらに列強による干渉が常態化し、中国の内政は大きく制約されました。中国の主権と国際秩序の変化はアヘン戦争がもたらした長期的な影響であり、中国の近代史における重要な転換点となりました。中国近代史における位置づけ、アヘン戦争は中国近代史において非常に重要な位置を占めています。この戦争は中国の近代化プロセスの始まりとみなされています。この戦争が原因で清朝は西洋の列強に対して脆弱であることが露呈しました。これがきっかけとなり、中国は自身の伝統的な体制と価値観を見直し、近代化を迫られるようになりました。アヘン戦争後、清朝は洋務運動をはじめとする一連の改革を行いましたが、これらの改革は中国が近代国家へと移行する過程での最初のステップとなりました。したがってアヘン戦争は中国近代史において転換点となり、中国の近代化過程における重要な位置を占めているのです。
東西文化交流の新たな段階。アヘン戦争は東西文化交流の新たな段階を開きました。これは中国と西洋諸国との間でより深く複雑な関係を築く契機となりました。戦争とその後の条約によって西洋の影響が中国に強く及び西洋の文化、科学、技術が中国にもたらされました。これにより中国は西洋の進歩に触れ、相互理解と影響の新たな時代が始まりました。特に不平等条約によって設立された租界では中国人と外国人が共に生活し、西洋の建築様式、教育システム、宗教が中国に紹介されました。アヘン戦争は東西文化交流を加速させ、中国の社会や文化に長期的な影響を与えることとなりました。現代への影響と教訓。アヘン戦争は現代中国にも影響を与えており、その教訓は今日の中国の政策や国際関係に反映されています。この戦争は中国に対する外国の干渉と不平等な扱いの歴史を象徴しており、中国の国家主義や自立を促進する動機となっています。中国は過去の屈辱から学び、国際社会でのより強い立場を確立しようとしています。近年の中国の対外政策や経済発展戦略はアヘン戦争の教訓を踏まえたものです。これは自らを保護し、国際社会で主導権を握るための戦略と見ることができます。アヘン戦争の影響は現代にまで及んでおり、その教訓は中国が自身のアイデンティティと国際的な地位を定義する上で重要な役割を果たしています。